アリサさんのタフさとか活力の根源って何です？マイルズとの関係は変わったかも。好きって言いたいけど恋人じゃないしなとか気にしちゃいます。言えばいいや。みんながこう見てくれてるから私は頑張れる。もう終わるの？今年？はい、ちょっと今回 Q&A の動画なんですが、最初に、告知がありまして、私から、ちょっと挟ませていただきます。私がクリエイティブディレクションしているブランドアウグ、知ってる方もいるかな、そんなことしてたのっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、下着のブランドですごいね、柄物があったりとかカラバリとかもすごく可愛いので、ぜひぜひチェックしていただきたいんですけど、今日11月26日18時からなので、この動画が上がってる頃にはもうスタートしてるんだけど、18時から12月2日火曜日の18時までブラックフライデーセールをやっています。はい、ということでお得にね、試してみたいけど買ってみたことなかったっていう方とかはぜひぜひお得に買える機会にチェックしていただけたらと思います。では、Q&A の動画スタート。こんにちは、上野ありさです。今日は、Q&A やっていきます。久々の感じがしてるんですが、今日のリップはメイクアップフォーエバーのスーパーブーストリップグロス05番の色をつけてます。では、毎月質問ありがとうございます。今回も30分でタイマーかけてやっていきたいと思うんだけど、なんかすごいこう座って動画を撮るのがめちゃくちゃ久しぶりな感じなんだけど、 Vlog は撮ってたんだけど Vlog でもあんまり話すパートバタバタしてて入れられてなくて、日常をパッパッパって撮ってるような感じだったから、座って動画を撮るのがすごく久しぶりなので私も楽しみです。では30分でタイマースタート。じゃあ一番最初の質問を拾いたいと思います。アリサさんのバイト歴知りたいです。大チョキありがとう。バイト歴はローソン、青森料理屋さん、居酒屋で AMPM、 多分これ知らない子とかいるんじゃない？コンビニね。で渋谷のセンター街の居酒屋、そのくらいかな。そのくらいから雑誌とか出るようになったから、あんまりバイトというバイトしてたかな、そんな感じかながやってきたバイトです。コンビニのバイトすごい好きだったし、レジ打ち大好きだったんで、いかにこうプロダクティブにっていうか、いかに効率よくレジ打ちと袋詰めができるかみたいな感じで、コンビニのバイトはすごく好きでした。面白いわこれ。今自己 PR するとしたらどんな内容ですか？アリサさんみたいなキラキラした人の自己分析知りたいってことかな。自己 PR 仕事でってことだよね。むず。はっきり言います。みんなが気持ちよく仕事できるように努めます。端的、結構、いろんな人の、みんなが気持ちよくなれるようにいろんな人の気持ちは汲み取るけど、かなり端的です。何マイルス、何だと思う？聞いてた？今の質問ね。私が自己 PR を仕事でするとしたら、イエスノーがはっきりしてる。端的、はっきりしてる、けどちゃんとイエスとノーの理由もちゃんと述べるじゃん。理由あるイエスノーみたいな、そんな感じかな。だから結構なんかせっかちなんだと思う。でも最近はもう私のアシスタントが仕事ができすぎて、結構アシスタントに任せることとかも多くて、もちろん自分が関与してる仕事は自分が 100% 握ってて、自分で意見を持ってたけど、その伝言役とかが結構、マネージャーだったりアシスタントだったりみたいな、この表に出る仕事とかに関してはちょっとまた別だけど、そういう裏の仕事とかだと、なのでアシスタントと二人三脚でやってるような感じです。マジで感謝って感じです。アリサさん、産後ボケとかありませんでしたか？私はひどくて言葉が出なこなかったり、目についたことしかできなかったり、出産前は要領よくできてたことができません。産後ボケ、あった私マイル2。逆になんか最近の方がちょっとボケボケしてるかも。産後すぐはなんか常に夢見心地だったよね。なんかずっとふわふわして地に足がついてない感じっていうか、夢の中を生きてるような感じっていうか、なんか現実あんまりボケ、致命的なボケとかはなかったかもしれない。でもマミーブレインっていう言葉がねしっかりあるぐらい、世界共通語であるぐらいだから、そういうもんなので今だけのことだと思うので頑張ってください。結婚式こうすればよかったとかありますか？レストランウェディングを検討してます。おめでとうございます。こうすればよかったっていう後悔みたいなものはないんだけど、こうした方がいいっていうのは絶対のし、これから式挙げる人、友達とかにも絶対言ってんだけど、これみんなからもらったアドバイスでもあったんだけど、もう絶対にゲスト来てくれた参列者の目は1回でいいからきちんと合わせて言葉を交わすこと
やっぱ参列してる側としても花嫁さんたちとかさ、主役の方々とさ全然絡まないパターンもあるじゃん。それを絶対避けたくて、もう一言でもいいからきちんと目を見て会話をするっていうことを意識して、だから私は結構その歓談の時間を長くとって、催し物よりも各テーブル回ってみんなとの時間をなるべく過ごせるようにしたんだけど、それがその写真撮るって時だけじゃなくって、なるべく目を見て一言でいいからゲストとの会話をできるようにすることが一番なんか大事だし、一番後悔がないくなるんじゃないかなと思います。アリサさんが普段からしてるスピリチュアル的な必勝法ってありますか？言霊ってスピリチュアルなのかな。結構思考とか発言とかから変えるようにはしてて、思考もやっぱネガティブな思考とかマイナスな考えとかが出てきても、それを宇宙に発信出た宇宙話って感じなんだけど、宇宙に発信しないように、宇宙信じてるとかそういうんじゃなくて、脳からこう宗派として発信しないようにポジティブなことでこう覆いかぶせるみたいなのは結構意識してるかもしれない。あと言霊は本当にあるし、私は言霊で全て叶ってきてるのね。本当に全部叶ってきてるのだから、言霊はめちゃくちゃ信じてるかな。あとは塩、なんか人にたくさん会った時とかすごい疲れた時とかは塩を一袋バッて入れて湯船に浸かったりとかぐらいかな。バスソルトじゃないんだって、塩なの。そういうおしゃれなやつじゃないですよ、ガチ塩。実親っていうのよね。実親に嫌気がさす時ありますか？私は両親を愛してはいますが、時折本当に嫌になります。距離感をもう少し取った方がいいのかなとも思いますが、アリサさんにも経験ありますか？私、パパは正直ちょっと距離あるんだけど、ママに関してはないかも。嫌気がさすことないし、ママが優しいんだよね。なんかだからずっと私も子供でいられちゃってるっていうか、子供でいられてるし、わがままも言えちゃうし、まあほんと無償の愛じゃないけどっていう感じだから、ママに対してなんか嫌になったりとかはない。なんかずっと喋ってんなたまになんかうるさってなる時はあるけど、別になんかもうミュートしてるから、私の中でなんかずっと喋ってんのね。ほんと家によく来てくれるから、ずっと全ての手順を口に出すみたいな。あとテレビにも感想を言うし、ずっと喋ってんのマジで。でもこれマイルズのお母さんもずっと喋ってない？マイルズあるあるなのかな、この年代一人であれ。そうだから私はもう心の中でミュートにしてたり、たまに相づち打ったりとかなんだけど、だから全然ないかも。けどやっぱ自分の実の親でも人対人だから、それはね嫌気がさす時もある場合もあると思うから、けどその愛してるっていうことが根底にあって、それをちゃんと自分が理解してるんだったら、それも親御さんに伝わってるだろうし、距離感を取った方がいい。でも寂しいよね。だってさ、有限なんだよ、親との時間って。無限にあるわけじゃないからってなった時に、自分が入れ替わる、自分の心を入れ替えるしかないと思う。これも親だ、これも私のお母さんだ、お父さんだっていう風に受け入れて。てか私もパパとの付き合い方とかは結構なんか自分の中でずっと課題ではあるんだけど、あんまりこういう動画とかで言ったことないんだけど、でもパパがめっちゃ言ったよね、私の名前を出すのどこでも。本当にやめてほしいんだけど、なんかもうどこでも言ってるらしくて難しいけど、でも親は変えられないし、だったら自分の向き合い方だったり考え方だったりとかを変えるのが、その有限な限られた時間の中で残り何回親に会えるかな、何時間一緒に過ごせるかなってところを考えた方がいい気がします。出産祝いのお返しはどんなものにされましたか？私はうち祝いはもちろんその内容とかにもよってたんだけど、米にしてました。なんかね、お米のね、楽天とかでググれば出てくるんだけど、お米のすごい可愛い風呂敷に入ったブーケみたいになってたりとか、金額も様々で、今さ米、特に私産後すぐの時ニュースとかテレビつけてると米のことしかやってないぐらい米がなんか高いっていうのやってて、そういうのもあって、お米だとあっても困らないかなと思って、基本的にお米をうち祝いとして送ってました。いつかアリサさんの YouTube の編集がしたいです。ありがとうございます。ぜひ多分概要欄にメールアドレス載ってんのかな、事務所の。ブルズなんですけど、動画制作の会社なので、なんか送ってみてください。最近会ってる男性がいて、お互い絶対両思いだけど好きって言いたいけど恋人じゃないしなとか気にしちゃいます。どう進めたらいいと思いますか？言えばいいやん言えばよくないですか？だって両思いなんでしょ。このね、みんなね、どっちから言うっていうのを気にしがちじゃん。結構質問でも来るんだけど、どっちでもよくない？どうせ言うんだからって感じ
あなたの方から先に好きって言ったわよねみたいな話に絶対なんないから。だってお互い好きなんでしょ。だから言いやすい環境を作ってあげた方がいいし、好きだと口から出てきちゃうんだけどし、だから普通に言っちゃえばいいと思います。はい、髪の毛を染める頻度はどれくらいですか？今超気になってんの。これで今どんくらいなんだろう。来週行くんだよね。2ヶ月経たないぐらいかな。1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで、これ今1ヶ月とちょっとで1ヶ月半経たないぐらいでこのくらいプリンになってるので、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで染めてます。アリサさんのタフさとか活力の根源って何ですか？アリサさんの生き方本当に大好きです。ありがとうございます。私もね、わかんない。なんでこんなに全部やろうとしてんだろうみたいなのが自分でもなる時はあるんだけど、何なんだろうね。でもなんか、やっぱり実りの多い人生にしたいし、ぼーっとしてて終わらせたくないなって思っちゃう。今年もさ、もう終わりやん。信じられないしもう私は驚くのやめてんの。もう毎年恒例だから、この感情。もう終わるの今年みたいな。年々信じられない。この速さは早まってるけど、だよね、一瞬だもんね1年ってみたいな。もうこの信じられないフェイスを超えたのだからな、全く驚きもしないし、もうだよね、秒で終わるよね今年みたいな感じなので、このなんか秒で終わる1年をいかに何か残せるかっていうか、自分の中でこれやった年だなっていう風に思えたりとか、あとはなんかやっぱこのフリーランスの働き方だと思うんだよね。これ仕事に対して言ってるのかな、わかんないんだけど、それ以外もか。仕事に関してはやっぱフリーランスだから、いただける仕事を全部もちろんやるわけじゃないし、精査はしてるんだけど、こう精一杯やらないととか次につなげないとっていう気持ちが常にあるから、仕事をいただけて当たり前と思ってないし、だから 100% のパフォーマンスをなるべくできるようにっていうのはすごい心がけてるかな。で最近とかさ、インスタとかも多分インスタもフォローしてくれてる方多いから分かるかもしれないんだけど、結構なんかね、コマーシャルっぽい動画とかを載せることが多くて、でそれとかもなんかもう私は一 CM みたいな感覚で見てもらえたらなっていうふうに思ってて、みんながテレビ見てる時に CM が流れるのと同じような感じで、それをなんかブランドさんが二次利用って言って、その動画を広告に回したりとかもするから、そういう作り方をしたりとかしてるものによるんだけどね、そういう作り方をしたりとかしてて、そういうのとかもできるだけこう多くの人の目に留まった時に分かりやすく伝えたいなとか、そういう仕事のパフォーマンスとかを考えてやってると全てに時間がかかるわけよ。で時間がかかるだけどいろいろやりたい、で仕事以外にもプライベートも妥協したくないってなった時に、やっぱそのプライベートを妥協したくないっていう部分が自分の中でみんながタフって思ったりとか、本来だったら仕事だけで多分一日終わっちゃうところをそれじゃ終わらせないみたいなっていう風にみんなからタフだねっていう風に捉えられるのかなって思うけど、根源か、全然話がそれてたね。根源なんだろう。だからそれかな、生き急いでるっていうか、いかにフルで動かないとダメなのかも。やっぱ息子とかさ、子供育てててさ、一日めっちゃ泣いてる、一日家の日とかでもなんかしてあげないとだし、じゃあ児童館行こうとかお散歩行こうとかさ、なんか一日家って私が無理だし、息子もなんか暇だろうなみたいになるから、何かしたっていう日にするようにしてるかな、毎日。ちゃんと答えられてたの？ごめんなさい、なんか素敵な質問してくれたのに。ガルガル期はなかったですか？もうガルガルですね。デフォルトガルガルだからな私。でも確かになんかちょっとマイルズとの関係は変わったかもって正直感じてる。なんかもちろん今でも大好きだし愛してるし、男性としても大好きだけど、やっぱりなんかね、息子が生まれたことによって恋人感、夫婦だったけどもちろん恋人感が薄れたね。けどそこをキープしたいよねと思いつつ、なんかそこの優先順位って自分の中で高くなくて、マイルズと一生添い遂げるとは決めてるし、その気持ちは変わらないしずっと愛してるけど、なんかその男性と女性として2人でみたいな、みんななんかそこを羨むじゃん結構。けどそこ私なんかあんまりポイントとして捉えてないかも。なんかそうだったら嬉しいけど、もっと優先しなきゃいけないことがいっぱいあるし、息子のこととかさ。だからそうだね、ガルガルしてんのかな私。マイルズ今息子の寝かしつけやってんだけど、マイルズに聞いたらデフォルトガルガルって言われると思います。ちょっとさっきの質問と似てるけど、アリサさんの仕事に対する原動力は何ですか？私多分70から 80% がこのみんなに対して発信することだったりのお仕事で、それ以外の裏方のお仕事が 2,30% って感じなんだけど、やっぱもうこのレスだよね。これ何回も言ってるけど、見てくれてる人がいるっていうことが
これ発信してる立場の人はすごいうなずいてくれると思うんだけど、これさ、なんかあと毎回言うんだけど、言葉にすると超うさんくさいんだけど、このみんながこう見てくれてるから私は頑張れるの。なんかすごいうさんくさいでしょ。だけど本当にそうなのね。こうやったらみんなが喜んでくれるかなとか、こうやってやったら見やすいかなとか、これ可愛いかなとか、そういう感じで自分がさまざまなプラットフォームで発信してるんだけど、それに対するレスがあるっていうことがやっぱり原動力だし、もちろんそれがお仕事につながることも原動力だし、なんか私の場合ってみんなからこう例えばなんだろうな、動画とかもそうだけど、お金をいただいて何かやるっていうのじゃなくて、クライアントさんを挟んでそこから例えば案件とかお仕事をいただいて、それをみんなに発信するみたいな一個こう挟んでるんだけど、そういうのでもやっぱなんか見てる人もクライアントさんも私もみんなが気持ちがいい空間作りをしたいなっていうのをそのネット上でも意識はしてて、だからなんかそのレスかな、やっぱりレスだったりとか、あとコメントとかもそうだし、コメントも全部読んでるし、もちろん全部嬉しいし、あと会った時とか街で声かけてくれるのもそうだし、あと実際にお仕事の人とかに会ったらなんか YouTube 見てるって言ってくれたりとか、そういうのがあると、でなんか見てますって一言言うのなんて簡単なことなんだけど、本当に見てくれてるんだみたいな内容のことまで話してくれたりとか、そういうのがすごい嬉しくて、なんかもっと頑張ろうとか、こんな人も見てくれてるんだっていう風にな気持ちになるから、やっぱそのリアクションが私の原動力ですね。もう今は 100%。おそぶの新作予定はありますか？今香水を作ってたんだけど完全ストップしちゃって、私の妊娠出産とかもあったのでちょっと追っかけますね。新作出せたら嬉しいなと思います。なるほどね。最近に妊娠が発覚しました。おめでとうございます。男性の先生に下からのエコーをされることにすごく抵抗があるのと、今後母乳育児の指導などがあると聞いて、自分の胸を誰かに触られたり見られたりするなんて本当に嫌。そう基本でなんか私基本男性の先生なんだけど、妊娠とかに関しては多分今後どんどんこう妊娠が進んでって、赤ちゃんが大きくどんどんお腹の中で大きくなっていくにつれて、なんか自分のお股とかっていう認識はあんまりなくなってくる気がする。でなんかまた広げてるとか忘れちゃうし、あと初期だけだから、どんどん成長してったらもうお腹で超音波だから下から入れることもなくなるし、けど臨月に入ったら内心グリグリとかあったりするかもしれないけど、そうだね、結構下からもあるか。でも本当にそんなのなんとも思ってないし、なんとも思ったことないかも。みんな気にすんのかな、やっぱどうなんだろう。女性の方が嫌ではないけど、女性の方がちょっと恥ずかしさあるかも。なんか男性の方が別になんかもういいわってなるけど、女性だとなんか見られてたらどうしようみたいな、なんかその同性そんなことわざわざ考えないけど、どちらかといえばね、私の場合はなんかこれどうだろう、みんなどうですか？女性の方がちょっとなんか恥ずかしいって感じになるかもしれない。胸に関しては本当にもう見るでも絶対考えすぎだよ。もっとハッピーなことだから。私も妊娠中は不安ばっかりだったから、どうしてもハッピーな思考になかなか移せなかったのね。不安で、もしうまくいかなかったらどうしようとかがやっぱ強かったから。けどこういうことに関しての、嫌な気持ちとかはなかったけど、母乳指導で母乳どころかさ、産後なんて帝王切開とかお手洗いも管だし、オロとか拭いてもらってたけどね。なんかそれとかの方がでもこういうことを毎日やってくれてるんだ助産師さんありがとうございますっていう、逆にそういう気持ちだけだったかな。でもなんか本当にね、妊娠がそういう過程もね、嫌な気持ちをせずに楽しめたらいいなと思っています。大学時代何のサークルに入ってましたか？サークルは入ってませんでした。私は帝王切開の痛みはどれくらいしたら痛くなくなりましたか？痛み自体はやばくないっていうかさ、まだ半年なのにもう忘れてんだけど、痛み自体は1ヶ月ぐらいではそんなに、でもなんか雨の日とか傷んでたんだよね。けど動くことに関してはもう退院してすぐは「いてててて」とか言いながら普通に動けてたし、1週間で。でもちょうど半年経ったから今もう傷口のテープをもう手が痛い、もう手首が痛くてしょうがない。傷口のテープをもう貼ってないのでね、テープかぶれとかもしてたからね、ちょうどそれを外したのが昨日で昨日でピンクなの傷、ケロイドだよね、ピンクってショック。細いんだけどさ、ピンクでさ、ケロイドになっちゃった、気をつけてたのにとか思って。でも今は痛みはないけどかゆい、まだかゆい。傷の周りのテープかぶれがめっちゃかゆくて、誤って傷とかかいちゃったら怖いなとか思いつつ、あとやっぱ傷の上とかボコってなんか盛り上がってるし、なんか話してたらかゆくなってきた。そうだね、だからまだ 100% 綺麗にはなってないのかなと思います。
市販でいいシャンプー、私結構シャンプーのお仕事いただくことが多くて、いろんなシャンプードラッグストア系も使わせてもらってお仕事受けてるんだけど、使ってから決めてるので基本紹介してるやつは私の好きなやつなんだけど、やっぱりね最近良かったのは市販だとジ・アンサーのシャンコンめっちゃ良かった。私多分トリートメントに関しては6本ぐらい使ったんじゃないかな。シャンプーも2本ぐらい使って、でウォン・ジョヨンさんのヘアのやつもめっちゃいい。であとは言わずもがなアノブもめっちゃいいです。アノブのトリートメントもマジで何本使ったかわかんないんだけど、シャンプーも泡立ちもいいし、私はトリートメントに重きを置いてるからシャンプー何でもいい派だったんだけど、やっぱセットで使うとすごく仕上がりが良かった。普段アノブのトリートメント使ってたけどシャンプーと一緒に使った方がよりしっとりしましたね。えやばい、全然拾えなかったからもうちょっとやるね。ごめんなさいね。息子さんのプーさん可愛すぎでした。撮影場所はどちらですか？教えてほしいです。ありがとうございます。プーさんはスタジオアリスです。可愛かったけどね、この時ご機嫌斜めで、だからもう一回ハーフバースで撮ったんだけど、もう一回撮り行く昼寝後にもう一回撮り行こうと思って。はい、あとじゃあ3問ぐらい拾おうかな。韓国旅行時のお子さんのおむつ替えはどちらでしてましたか？おむつ、もうこれがさ、やっぱさ、探せばちゃんとあったんだろうけど、やっぱなんか韓国ってお手洗いちょっとまださ古かったりとかさ、なんならペーパー流せないとことかまだあったりとかするじゃん。だからもう私たちはで、息子うんちあんましないのね。出て1日1回って感じなんだけど、もうおむつ替えに関しては毎回ホテルに戻ってました。だから午前出かけて昼1回戻って、また昼ご飯食べて午後ちょっと出かけて1回戻って、で夜ご飯食べ行ってみたいな、もうだからもうホテルをずっと行き来してたねっていう感じです。だからハイアットに泊まったんだけど、ハイアットすごく素敵なホテルだしキッズフレンドリーだったんだけど、ハンナムドンに行けばよかったんだけど、ハンナムドンがベビーカーだと結構きつくて、うちらハンナムドンに行くためにハイアットに泊まったのに一回も行かずに基本的にカンナムに行ってたの。カンナムの方とかアックジョンとかだから、ちょっとなんか立地失敗したって、ボコに泊まればよかったって感じだけど、ボコがね子供0歳児のお金取るんだよね。だから高くて、だからハイアットにしたんだけど、ボコでよかったなって感じでしたね、場所的にはね。だから出入りがしやすいところの方がいいかもしれないです。この時期のお出かけのミルクは常温でも飲んでくれますか？おすすめ知りたいです。そうだね、うち生まれた時から冷たくてもあったかくても何でも飲むので、そこが困らなかったんだけど、作って出る時は、常温になっても飲むし、私がねすごく大好きなのがこれで、ちょっと待ってね、このね、これすごい量なんだけどマイルズがちょうどヨーロッパ出張だったので買って帰ってきてもらったんだけど、このヒップっていうミルクがめっちゃ良くて、このちっちゃいのもあって、ちっちゃいのとかだと90で、大きい方が200かな。でこれはヨーロッパのブランドでオーガニックのやつなのね。これオーガニックで、こっちは多分マイルズが買ってきたやつはオーガニックじゃないヒップかな。でこれこのまま飲ませてられて、息子もすごい好きそうで飲みも良かったので、結構ちっちゃい時からお外でお出かけで作って行ったらさ 1,2 時間以内に飲ませなきゃじゃん。 1,2 時間以上お出かけする時とかお湯がなさそうな時はこれを飲ませてるんだけど、これがすごくよくって、ヨーロッパに住んでる方とか皆さん知ってると思うんだけど、これ液体ミルクでこのまま乳首つけて飲ませられるのね。でこのセットにスターターセットに乳首がついてきたのと、ピジョンのスリムタイプがちゃんと合うので、スターターセットの口のところをずっと何回も同じの使ってビジョンのやつつけてるんだけど、これがすごくよくって、で超高いの、日本で買うと1本1000いくらとか高いでしょ。でヨーロッパだと安いのでヨーロッパでまとめ買いしてきてもらったんだけど、これもレオナちゃんにね教えてもらって、あとはアメリカでこれもヨーロッパ行った時買ったんだ。これもこのまま飲ませられるやつだけど、これはなんか乳首がないので空の哺乳瓶とこれを持ってってもう入れて飲ませる。これも飲み良かったです。あとアプタミルっていう、これもすごい人気のやつだよね。これも同じような感じで飲ませてて、あとこれアメリカのオーガニックのピュアブリスっていう、これはすごいちっちゃいんだけど、これは別売りで乳首が1個ついてたのか、1個乳首がついてて、この辺のをなるべくこの外で飲ませる液体ミルクはオーガニックがいいなと思ってオーガニックのにしてたりとか、あと海外の方が規定が厳しそうなので、こういうのを買って飲ませてます。じゃあ次に最後の質問にしたいと思います。ありさちゃん、いつ見ても肌綺麗だけどニキビできやすい時期とかありました？ありがとうございます。ありがとうございますね。いや私ニキビっていうのはあれマイルズおかえり、あれニキビ私よくできるよね。でもよくできるよね。なんかマイルズにも言われる、あらなんかおできちゃんできてるねみたいな言われるよね。顎が多くない？
顎とかできるなんか吹き出物みたいなのが、かといってそれが生理前かって言われたらそうでもないけど、日によるのと、あとなんか肌強いって思われてるんだけど、私弱くない？肌めっちゃ肌弱いよね、弱い。そう、私肌強いってみんなにね、多分いろんなスキンケアとかお仕事でやったりとかしてて、いろんなの使ってるからそう思ってもらってるのかもしれないけど、普通に超赤み出たりとか、はあサプライズマイルズがサプライズいきなりしてきた動画撮ってんのに、どこのデンマインスブルックっていうところにマイルズが、オーストリアか、デンマークじゃないオーストリアに行ってて、そのクリスマスマーケットのマグを買ってきてくれたの。ありがとう。私にじゃないでしょ別に。ありが可愛くない？とう。かわいい。今私のお肌の話してたのに、これやばい。じゃないこれ。オーナメントスパイダーマンサンタ、最高じゃない？最高。これは息子用だね。ウケる。可愛すぎない？テディベアはそう、私たちは出張ごとに、息子を置いての出張ごとにお互いいろんな国でテディベアを買ってこようっていう風になってて、今のところ私はロンドンと香港に行ったのでその2つなんだけど、オーストリアベアじゃない、これドイツか、ドイツベアかわいすぎ。洗濯しないと。これ服脱がせて洗濯するのかな。拭けばいい？ダメ？ねにくれくんロバ。すごいんだよ。これが全部入ってる。これでしょ？クシュクシュと歯固め、歯固めと両足、鈴とマラカス、鈴とマラカスと、あとはだってありがとう。はい。で、私のお肌が、弱いんです。で、そう、何の質問だっけ。ニキビとかできることあるのかって。全然ありますね。結構それも動画に出てる気がするんだけどな。でもニキビとかできても本当になんかあんまり私そういうニキビとかができた時を肌荒れの時用のスキンケアってそんなに普段から使わないから、お仕事とかで来ても基本私保湿メインなので保湿の方でっていう感じでプロダクトを選ばせてもらったりお断りしたりとかいう風にしてんのね。私がなんかニキビ跡とかニキビ肌用のスキンケアを紹介してもなんか違和感かなと思って、ただなんかたまにそういうのをいただいたりとかする時のやつを顎とかにポイントで塗ったりしてる。全体なんか逆にさ、油とかがなくなっちゃっても乾燥肌だから困っちゃうから、この顎だけできてる時にこう塗ったりとかいう風にしてます。はい、そんな感じで今回も質問ありがとうございました。なんか一個一個ちょっと今回長く答えちゃって、しかも話がどんどん脱線してみたいな感じになっちゃって、やっぱり最近ちょっと喋ってなかったからさ話が止まらなかったんですけど、そんな感じで、いつも質問ありがとうございます。本当にね、毎度言ってるんですが、すごいたくさんの質問を毎回送っていただいてるのに拾えなくて、一回も拾ってもらったことねえわっていう方がたくさんいると思うんですけど、懲りずにねまた送っていただけたらと思います。毎月のね企画なので、多分今回私がすごく遅れちゃったのでまたすぐにやると思うので、また次回の質問もストーリーでインスタのストーリーで、いきなり募集するので、ぜひそっちも追っかけていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。